こんにちは、ナピです。今日の動画は樹脂粘土で作るディズニーミニチュアフード、これの後編になります。前編で作ったこのミッキーのドーナツ、これに塗装をしていくところからです。塗装するのに用意してみたものを紹介します。また作業するのにクッキングシートをここに敷いてあります。付属の筆と絵の具、爪楊枝、このチョコレートのぽってり感を出すための木工用ボンド、メイク用のスポンジ、これ私100均で買ったやつです。両面テープ、割り箸、絵の具のパレット代わりに私はこのお弁当用のアルミカップ使っちゃってます。それに今これ水を汲んであります。あとキッチンペーパー、ざっと見た感じこれを用意しとけばいいのかなと思って、また足りないものがあったらその都度紹介します。この粘土を私は1日半ぐらい乾燥させました。結構硬くなったと思う。まずは黄土色を塗るようです。前編の動画見てない人ちょっとわかんないと思うんですけど、私この絵の具に穴を開けてしまったのでテープで留めてるんですけど、なんかいい感じに塞がってそうだからこっちから出してみます。これ水かすれた状態で塗りましょうだって。こんなかな。絵の具が乾いてないうちに触れると色が取れるので乾かしながら作業しましょう。はい。もうちっちゃいのは結構雑。はい、次今度裏。これで黄土色はこんがり塗れたんじゃないかな。はい、筆を洗ってきたので次は赤茶。黄土色に比べて色がつきやすいので濃くなりすぎないように注意しましょう。こんな上手にさ塗れるかな。まあね、楽しく作れればいいんだよ。水をちょっと筆に含ませて、濃くなりすぎないように。でもまあ上チョコレート塗るからちょっと失敗してもいいから練習がてら。ここで片耳塗っちゃえと思って塗ったんですけど、そうするとね左右の色がバラバラになっちゃうから先に大きい丸だけ塗って乾かします。あ、ちょっとコツをつかんだよ。この焼き色って結局上からこう熱が加わってつくもんだから、一番上は濃くなるんだから上を特にこう塗って、それを下にちょっとぼかしていく感じに塗ればいいんじゃない？なんか偉そうな感じで言ってるけど。このちっちゃめドーナツはさ、調子に乗っていっぱい塗っちゃうと全部赤茶になっちゃうから、ちょこっとだけにしとこうかな。こんな感じに焦げ目がつきました。ちょっと汚れちゃったのもあるのでこっちにチョコを塗ろうと思います。割り箸に両面テープを貼って作業台を作る。これでいいかな。そしたら木工用ボンド、私これ使ってるんですけど、こ
れに絵の具を混ぜてチョコレートの色を作るようです。手芸用接着剤を直径約 1.5 センチって言ってるけど、多分それって1個分の量なんだと思うんですよね。私これだけ塗りたいから結構多めに作っとこう。赤茶と焦げ茶を混ぜるみたい。さっき残った赤茶これ入れて、乾燥後に色が濃くなるので実際のチョコより薄めに作ります。それがね、チョコレート色って難しいんですよね。若干冊子の写真より赤みがあるかなっていう感じなんですけど、まあココア色って感じだからいいかな。これで気泡を潰しながら爪楊枝で混ぜた時に筋がすぐに消えるぐらいの緩さになるまで水を5滴から8滴ほど混ぜましょう。気泡を潰す。ちょっとさっき残った水。気泡がねすごいいっぱい入っちゃった。何にも考えないで混ぜちゃったよ。気泡は乾燥した後に穴になるので、できた場合は爪楊枝で潰すか筆で取り除きましょう。はい、結構気泡が入っているので気をつけます。これで一度塗りしたので、このまま 2,3 時間乾かします。その間これちょっと乾かないように閉じておこう。ちょっと 2,3 時間も待てないので、このハンディのファンを当てながら乾かしちゃいます。今1時間ぐらい経ちました。まあいいかな。手につかないです。本当は見本は筆の跡なんてついてないんですけど、私結構筆の跡がついちゃって、色味も私焦げ茶を多くしちゃったんですけど、もうちょっと赤茶多くてよかったんだね。包んでおいたこのチョコレート、これを今度はもっとたっぷり塗りたいな。筆の跡がどうしても残っちゃったんで3度塗りしてみました。だいぶチョコっぽい感じになったんじゃないかな。今度は赤茶と焦げ茶、カットしたメイクスポンジ、こんなに大きくいらなさそうだな。こうしてちょっと叩いてチョコレートのツヤを抑えるみたい。すごいね。そうなんだ。チョコレートってこんなにツヤツヤじゃないんだ。確かにちょっとさ、
かるかな。ちょっとツヤが消えたマットな感じになった。すごいね。はみ出ないように気をつけてくださいだって。これで乾かします。次はズボンのチョコレートを塗ります。このボンドを混ぜる時にね、泡立てちゃうと後で大変なことになったから、泡立てないように混ぜた方が良さそうです。なるべく泡立てないように混ぜたい。ちょっと同じ方向にしてみました。本体の中央に横のラインを引きます。はい、朱色も結局私は3度塗りしちゃいました。一晩乾かしたんですけど、結構ペタペタしてます。でも筆のムラはあんまり目立たなくなったんじゃないかな。次はこの朱色をまたメイクスポンジに取って叩いていきます。はい、ちょっとツヤが抑えられた感じになりました。最後はこのミッキーのボタンを描きます。私3つ作ったので、1個はこのミニーの白い水玉つけてみようかなと思います。このリボンはないんですけど、まあいいかなと思って。まずはミッキーのボタン、黄土色で。次はミニーの白い水玉を描きたいので、アクリルカッシュの白、それとボンドを混ぜます。爪楊枝だとちょっと描きにくいと思うんで、ネイル用の100均で買ったこのスティック、これ水玉描くのに使いやすいので、これで描いていきます。ちょっと失敗しちゃったと思っても、ウェットティッシュで軽く拭くと落とせますね。乾く前だったら。あんまり水びちゃびちゃつけちゃうとボンドが溶けちゃうと思うので、軽くさっとだったらやり直し効きそうです。
はい、これであと1日このまま乾燥させるそうですすごい長いね。またハンディファンを使いながら乾かして1時間ぐらい経ったかな。もう手につかなくなったので、できたできた。これ100均のセリアで買ったプラスチックのお皿、これに乗っけてみたり。ほらかわいい、いいんじゃない。あと私が合わせたかったディズニードールハウスの小物に合わせるとこんな感じです。すごいかわいい。満足。はい、いかがでしたでしょうか。かわいいのができちゃいました。おそらくこのミニーのこのリボンのパーツは9月3日発売の2号にシリコン型が入ってくるので、ここで作れそうだなとも思ってます。なくても十分可愛いと思うので、試したい方は参考にしてみてください。あとこのリボン型のクッション、これ私のサブチャンネルのディズニードールハウスの10号を作ってる時の動画に載せてます。赤と黄色で可愛いと思うので、作ってみたい方はそちらも参考にどうぞ。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。おまけです。このアシェットのかわいい公式サイト、この公式サイトは動画の概要欄にリンク貼ってあります。この中で見とくといいよというページがあって、このメニューの中のよくあるご質問、このページ結構私よく見てるんですけど、まずは皆さん気になる創刊号は299円だけど、2号以降の値段、それは問い1のここに載ってまして、2号以降は1299円です。あと全部で何号まで続くのっていうところは問い18の最終号120号までの予定です。あと定期購読で頼んだ人はどんな頻度で送られてきますか。ここでお届け予定日が出てきます。最後120号は2027年の12月1日の予定です。だいぶ先あと私が気になるのがこの今後のラインナップについて、ここからこれからの予定を見ることができるんです。今のところ20号のプルートのアイスまでは載ってます。私が気になるのはね、この6号のヤングオイスターちゃん、こんなちっちゃい顔がさ描けるのかしらっていう。おそらく創刊号から3号ぐらいまでは書店に並ぶんじゃないかなと思うんです。本屋さんによって違うと思うんですけど、それ以降は注文してる人の分だけの入荷になると思うので、ちょっと6号を作りたいってなると書店に購読の依頼をするかどうか今迷ってる最中です。こっちのアイスとかも可愛いんだよね。多分皆さんもいろいろ迷っちゃってると思うので一緒に迷いましょうではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。